たった10回腰を動かすだけで骨盤矯正ができるんです。こんにちは、中川祐希です。皆さんは年々お腹や腰回りのお肉がつきやすくなってきたり、頻尿や尿漏れといった症状に悩まされたり、また産後の骨盤矯正をしなかったせいで腰痛やボディラインの乱れ、このような症状にお悩みではないでしょうか。こういった症状は骨盤の歪みやねじれから来ること非常に多いんですが、その中でもポイントとしてある一つの筋肉をうまく使えるようになれば骨盤の歪みも整い、今言った不快な症状も大幅に改善することができますから、ぜひ今日も理論をしっかり理解した上でエクササイズまで一緒に頑張っていきましょう。それでは早速解説をしていきます。人の骨盤はこのような形状をしていて、底蓋のように下から内臓を持ち上げている筋肉、骨盤底筋群というものがあります。そして現代人はこの骨盤底筋群がうまく働いていない方がとても多い。そうなるとどういう状態になるかというと、このように内臓を下から支えている筋肉ですから、内臓がどんどん下がってしまい、下腹はポコッと出てしまいます。さらに腹圧、お腹の圧力が抜けることによって尿漏れ、頻尿などの症状も出てしまうわけです。その体重を支えるために足はどんどん太くなりますね。ですから今日はこの骨盤底筋群をうまく収縮させるための方法を習得していきましょう。この筋肉の特徴としては、股関節と連動して働いているということです。股関節がガニ股になっている時は、この骨盤底筋群はギュッと収縮してくれます。さらに言うと、股関節を曲げていくとさらに収縮が強まります。つまり出産の時のポジションというのは非常に骨盤底筋群がうまく収縮しやすいので、出産がスムーズにいくというわけですね。それに対してこの足が内股になっている方は緩んでいます。ですからずっとお腹の圧が抜けて内臓が下がったり尿漏れが常に出やすいような状態です。ですからそう聞くとずっとガニ股にしとけばいいのかなと思いがちなんですが、これバランスが大切で、内股にしすぎてもガニ股すぎてもどっちにしても筋肉がうまく伸び縮みできませんから、骨盤が歪んでしまったりいろんな症状に悩まされてしまいます。ですから今日のエクササイズはまずこの骨盤底筋群を緩めたり収縮をしやすくするためのリリースを行ってからエクササイズに移っていきます。それでは一緒に頑張りましょう。まずは骨盤の歪みの確認からしていきます。あぐらをかいて座っていきましょう。椅子に座ってもらっても大丈夫です。この状態でチェックするのは2つ。左右のお尻どちらに体重が多くかかっているか。そして2つ目はお尻と地面の接地面積の広さです。この後10回腰を振るだけ、この動きをした後めちゃくちゃお尻の接地面積が変わりますから、ぜひ覚えておいてください。準備するものは丸めたバスタオル、こちらを置いた状態で座っていきます。このように骨盤の真ん中、お尻の割れ目の真ん中にタオルを引いていきます。できれば左右にお尻をかき分けるようにして開いた状態で座ってください。痛すぎる時はやめてくださいね。この状態で骨盤を前に傾ける前傾、後ろに傾ける後傾、タオルが設置している部分で痛いところを探しながら動かしていきます。それでは10回スタートです。1、2、1、3、どうですか？痛いとこないですか？4、5、お、どの角度で自分が痛いか探してください。8、ちょっと痛いかも。ラストもう1回いきましょう。ラスト10回目。はい、痛いところでキープします。はい、この時ですね、丸める後傾で痛いのか前傾で痛いのか、自分のタイプを探してください。そこが固まっているところです。このまま深呼吸をしましょう。へその前、画鋲があると思ってお腹が膨らまないように吸ってゆっくり吐く。5回だけ深呼吸です。目いっぱい吸う。お腹薄くタオルを骨盤の間から吸い上げるような感じ。排尿を止めるイメージです。2、1、あと3つ呼吸。吸って吐いて、長く吸って吐いて、最後もう一息いきましょう。ラスト薄いお腹です。限界まで吐いて、はい、いいです。だいぶお腹使えてきましたね。このまま座ってみましょう。そうするとピタッとお尻が地面にくっついているはずです。これで骨盤の中が緩み、動きしやすい状態ができています。これでエクササイズをすると尿漏れの改善や下腹ぽっこり解消の効果が何倍も高まりますから、頑張っていきましょう。はい、まずは股関節を内側外側に膝をパタパタ動かします。今ほぐした股関節周りをさらに動かしやすくしていきます。どうですか？内側外側左右差ないですか？はい、これでもし倒す角度に左右差があれば確実に骨盤の歪みにつながってきます。ですから両方とも同じように内側45度外側45度、両方ともね正しい股関節の角度開けるようにしていきましょう。
どうでしょうか。自分の苦手な方、これ頑張っていきます。女性の場合は内股できるけどガニ股ができないって方多いんじゃないですか。はい、僕は逆に内股がめちゃくちゃ苦手なんで、こっち苦手な方頑張ってます。はい、こうやって体の歪みに気づきを持ちながら整えていきましょう。さあもう一息深い呼吸で、はいです。では今度タオルを片膝の裏側に挟んでいきます。挟んで足を閉じる。はい、このまま足ガニ股のまま足の上げ下げ。これ実はタオルを挟むことでもも前の力が抜けます。すると股関節の奥が使えるんですね。しかもガニ股にするとさらにこの腸腰筋とかお腹の奥の筋肉、普段使わないところに力が入ります。どうですか。なんとなくこのへその下の奥、そして足の付け根、ぎゅーっと力入るイメージわかります。ガニ股のまま寄せていく、斜め上に持ち上げる、吐いて吸って吐いて吸って、結構きついですよ。特にこれでね、股関節で足が上げれると太ももの力抜けますから、太もも痩せにも効果があります。ももの前の張りが、なくしたいなって思う方、このしんどいけど付け根使っていきましょう。はいです。反対側、逆足引っ掛けて軽くね挟んでおくことが大切です。ほっ、はい、でこのまま寄せる。ガニ股のまま上に上げながら内側に寄せるイメージは両方の足でへそを挟んでいく感覚。すると両方の足の付け根がギュッと締まります。骨盤の中、へその中でギュッと足の付け根が締まっていくような感じ。はい、これが骨盤底筋群や内ももを使う感覚につながってきますよ。特に尿漏れや下腹ぽっこり改善したい方は、へその下、内もも、ここの力を入れる感覚を掴んでください。逆にね、これないままたくさん腹筋しても逆にお腹がポコッとね、腹圧が逃げて出てしまう方多いので、この使い方をマスターすることが大切です。よいしょ、もうちょい。しんどいですね。でも大丈夫、できますよ。 OK。 さあ今度はこれ挟んだまんまでブリッジ。はい、でかかとをつけて浅いカエル足、ほっ、せーの、よいしょ、ほっ。どうですか。でこれ特に内ももの付け根に近いところで挟むと骨盤の中が締まる感覚ちょっとつかめてきます。はい、膝の近くで挟むと逆にね、太ももとか足に力が入るんで、ぜひね試してみてください。力の入り具合が変わってきます。だから同じ動きをしてても使ってる筋肉って人によって全然違うんです。正しいところが使えればちゃんときれいに体は変わりますよ。目いっぱい息を吐いて吸う、吐いて吸う。そう、その調子。もう一息呼吸繰り返して深い呼吸で、さあこの後はカエル足デッドバーグ。よいしょ、 OK。 さあこれ挟んだままでもいいです。いけそうやったらよいしょ、ここでキープ。深く腹から吸って口から吐く。はい、そのまま手を上、ちょっと足も遠く。しんどいって時は下げても大丈夫ですよ。手足地面についたまま呼吸だけでも大丈夫。いけそうっていう人は足が伸びる。ほっ、はい、膝のお皿、つま先はちょうど45度ずつ開いてます。はい、これね、お皿がこうくっついちゃう方っていうのは、これ尿漏れとか骨盤底筋が抜けるサインです。これ絶対 NG ですよ。はい、必ず適度な45度ずつの膝のお皿、つま先の開きを保って、はい、そうすると内ももにも力が入る。このタオルを潰す感覚です。きっついはずです。もう一息、ラスト。 OK。 はいです。さあでは最後、腕を20回振るだけ。今使った骨盤底筋などを意識しながらいきますよ。それではお腹薄くゆっくり足を持ち上げて、はい、膝は遠くへ。この腕を振るときに腹圧が抜けないようにする練習です。余裕があったらへそを見て、せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、20。ゆっくり下げていきます。
はい、OK! お疲れ様でした。このように正しい知識を身につければ必ず最短で美しく、そして怪我や病気のない体を作れるように変わっていきます。概要欄の方にオンラインで学べるストレッチの学校 UFIT 1週間無料体験ができますから、ぜひ覗いてみてください。今日の動画もいいなと思った方は高評価、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。